はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご紹介させていただいたこちらのホロスコープブック、たくさんのご予約ありがとうございます。一時的にちょっと楽天ブックスさんの方でね予約できなかったみたいなんですが、今復活していますので、またよろしければ詳細ページからご覧いただいて、ご予約お待ちしております。また10月4日からは書店の方で実際に手に取ってご覧いただけますので、何か新しい自分を発見したいなという方はぜひ書店に足を運んでご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では今回は9月後半のタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。ちょうど9月15日が新月で、逆行もねちょうど終わるので、かなりいいタイミングだと思います。ここから物事がすっきりしてきたり、整理がつく、そして年末までの動きの計画を立てたりとかしやすくなりますので、ぜひ今回のリーディングも参考にしていただけると嬉しいです。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。ソード9、ワンドキング逆、ペンタクルスキングの逆、タワー逆、お月さんの逆ですね。死神、そしてペンタクルス9、はい、そして気をつけることや対策はラバーズの逆とワンド6とオラクルは、はい、ペンタクルス7です。そうですね、星で言うとちょうどその、9月15日あたりっていうのは本当に自分の意識を整理する、なんとなく流されていたこととか、なんとなく何も考えずにそうだと思い込んでやっていたこととかをきちんと整理していく。この目的でやってるんだったとか、自分は何のためにこれをやってるかっていうことを精神を整えていくっていうのにとてもいいんですね。で整えて意図することによってそのように流れていきますから、年末まで。なので非常に精神性が高い時であり、なおかつご自身の専門性も際立つ時なので、自分が何をしたいのか、今興味がどこに向いているのかによってまた学ぶこととか吸収することが変わってくるなっていう星のタイミングです。ここから非常に吸収率が上がるというかね、効率よく動けていったり仕事が高くなってくるっていう時なんですが、カードで見ると何かちょっと想定外のことがあったのかなっていう感じがあり、想定外のことに多少ちょっと気を揉んでいる感じがしますね。でもそれってちょっと思ったんですけど、それって本当にそうですかっていう感じがあって、ご自身が気を揉んでることって本当にそうなのかな。もしかしたら勝手な想像で、きっとこうなんだわ、あれはもうダメなんだわとか、きっともうあの人には嫌われたんだわとか、自分はもうこれでダメだみたいな勝手な想像で妄想で自分を判断し、状況を判断し、もしかしたら不要な悩みを抱えているかもしれないので、事実はどうですかっていうところに目を向けてください。事実、もし連絡を取ってない人がいるのであれば、こちらから連絡アクションを取ってみた時に相手の反応全然悪くなかったとか、なんだそうだったのみたいな誤解が解けたりすることもあると思うので、避けずにアクションを取っていってくださいね。でそれともう一つ、ちょっとここまでいろんな意味でね頑張ってきたっていう柳田さんの努力があったのかなっていうのがあるんですけど、それに、そのなんていうのかな、感覚、頑張ってここまでやったぞっていうその感覚をあえて無理やり保持して自分を鼓舞してもっと頑張らなきゃっていう風にする必要もないよっていう感じもしました。何かねちょっとぐーっと上がってきてるこの可能性というか、努力して上がってきてる可能性に対して、ちょっと今あと一歩あと二歩の何か自分のバイタリティが足りないとか、もうっていう気持ちがね折れそうな感じがあるんですけど、いやいや折れませんよっていう感じがあって、それはご自身が想定している何か勝手に想像している出来事に関しては、ここでちょっとやめときましょうとか、そうなんだそうだったのみたいな、ちょっと終わるっていうふうに出てるんですけど、その後もっと清々しく
自分らしく、ビジネスを展開していくよとか、もっと自分らしく生きていくよって、自分のやっぱり生きたい生き方こうだよねみたいなのが出てきてるので、ちょっと一時的な悩みとかもしかしたらね気に病んでることがあるとしたら、それは事実じゃないかもしれないっていうところで、事実を見るようにしてください。現実を見るようにしてください。そして考えても仕方のないことは、想定に入れないでくださいねはい、そんな感じがしました。でもモヤモヤも晴れるっていうふうに出てますので、そんなに心配することはないんです。で、最終的なことを言っちゃうと、もうオラクルがペンタクスの7なので、現実は悪くないんだよって言われてるんですね。ご自身ではなんかもうちょっとこうしたかったなとか、もうちょっと違う形にしたかったんだよなって思ったとしても、決してそれは悪い状態でもないですし、またここから調整していけますよというふうには言われています。はい、ちょっと補佐を見てみますね。何をそんなに心配してるのかなと思った時に、やっぱワンドロさんが逆が出てきたので、こう将来に対しての心配、いやどうなるんだろうこれからみたいな、それも一切考えないでください未来にはいくらでも変わるから、今の自分、今この瞬間の自分によって未来というのはいくらでも変わるので、余計な心配はいりませんよっていうことですね。それとやっぱりそうね、ここまでやったんだからっていう何か思いがあるのかなっていう感じがしますね。ここまでやったんだから後には引けないとか、こんなにお金をかけたんだからこうしなきゃいけないみたいな、何かそういうここまで積み上げて自分が頑張ってやったことに対してそれを維持しようとするがゆえにご自身もしんどくなるみたいなことがあるのかなと思ったんですけど、まあ作り上げたものとか形っていうものは常に変化していくと捉えておいてください。で、何かを成し遂げたとか自分はこんなにやったっていうのは、それは体感であったりとか記憶とか、自信とかっていうものを、自分の細胞に覚えさせるというかね、記憶させて、形は別にそんなに関係ないので、もうすでにヤギ座の皆さんの中にここまでやってきた、ここまで仕事頑張ってきたとか、ここまで生きてきた、これを努力してきたっていう、何か一つ頑張ってきたよっていうその経験はすでに自分の中にもう溶け込まれている、すでに自分の血肉として流れているというふうに思っててくださいね。でそう思うと何も失うものはないし、何も壊れてないんですよね。表面的に何かが変わったとしても、それは必要な流れであり、決してそれが悪いことじゃないんですよね。そこに翻弄される必要がなくなるっていうことなんです。でその後本当になんだそうだったのっていうことで気づきが起こり、心が晴れやかになってくる。そしてすんなりとそれを手放すことができるみたいな、終えることができる。でこれは終了というのは決して悪いことじゃないんですよね。なんか次に行くためのステップなので、ちょっと見てみましょうか。ちょっとその前にタワーから見てみようかな。そうですね、なんか特定の誰かに認められようとするとか、ありがちな話で、例え話ですけどっていうと、例えば会社の中でこの上司に認められたら自分は出世するとか、なんかそういうこのコミュニティの中でこの人になんか可愛がってもらえたらもっと引き立てられるとか、そういった誰か特定の、評価に対してちょっとって思ってるのかなと思ったんですけど、で本当にそれ全然関係ないって感じがあり、なんかそのしがらみをご自身の意識の中で消すことによって、終わらせることによって、もっとその幸せなもっとなんていうかな、硬くないほわっとした自然でありナチュラルなんだけど、全然本当に肩に力の入ってない永久に続く幸せみたいなね、なんかその感覚の中に入れますよって感じで言われているので、本当にこうそうね、なんか表面的な言葉になってしまうんですけど、形に縛られずに、形にこだわらずに、本質的なね、ご自身の
魅力だったりとか価値っていうものにもう一回、目を向けてみると、すでにあったじゃないとか、本当にこれでよかったっていう次のチャンスっていうのがしっかりと見えてきます。このデスの後のこのチャンスっていうのはとてもいいですね。終えることによって始まる、何かを捨てることによって入ってくるみたいな感じです。はい、なので安心しておいてください。そして対策のところでちょっと迷いっていうものがあるんですが、でもいいヒントが来るみたいですよ。お知らせみたいなね、いいお知らせが来る感じがします。そして、オラクルがやはりペンタクルスの7なので、実際は恵まれている、実際は恵まれているって感じですね。9月23日以降はね、特にまた仕事運っていうのがさらに上がりますので、秋は活性するのかなって感じがしますね。何を活性させたいんでしょうかね。ちょうどそれいいんじゃないですか。何か一つを終えて、星と絡めて言うならば9月23日までに何かを終えて次のチャンスに移っていく。でそれにはいいお知らせが来るので、多少迷ったとしても、100% を目指さなくても多少迷ったとしても、6,7 割うまくいったらいいかなぐらいの感覚で進んでいくと楽しそうですよね。また出ましたね、ペンタクスの7。ペンタクスの7で、こちらのカードってすごく面白いですよね。なんていうか見えますかなんていうのかな、土の中に種があって、可能性の種があって、それが7つもあって、それがぐんぐん大きくなって表面的なね草花が育っていくよみたいな、要は根っこを今ね生やしてる育ててるとこだよっていう感じがあり、なので表面的にはまだご自身がそんなに満足しないとかって思ってたとしても、十分根っこが育ち始めている、種が育ち始めている、でそれを見越して何か一つ終えることができるんじゃないですかっていうメッセージだと思いました。これは人間関係で言うならば特に潔く、切ってほしいなっていうふうに思いますね。どうしよう、あの人との関係切ったらとか、いや仕事でなんかちょっとマイナスになるしとか、そんなこと関係なしに潔く切る方がよっぽど清々しいチャンスを手に入れるのかなというふうに思いました。はい、特に犠牲になっていたことっていうのをやめる感じですよね、人間関係でいうと。なので恋愛もそんなにラブラブっていうよりも、自分の中の気持ちっていうものをしっかり把握する、しっかり整理することによってフレッシュな気持ちで向き合っていけるっていう感じがします。はい。お仕事は先ほど言ったみたいな感じですね。はい、ということでここまでにしておきましょうか。はい、また年末までの10月11月12月までの、流れも動画にしたいと思いますので楽しみにしてください。今回の内容何かしら良かったですっていう方、よかったらいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。